ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回はケーブル界、気になっていただろう人も多かろう。ナイス HCK コークシアルサーのウルトラバージョン、初代コークシアルサーはそのあまりにもわがままなケーブルの取り回しと、それと裏腹に最高の音質を持っていて、かなり評価の高いケーブルだ。今回アルトラに移行して取り回しは改善。とはいえ、まだかなりのわがままケーブル。基本的には屋内での使用をお勧めする。ただし、布被膜とか、タッチノイズが大きくなりがちな表面仕上げではないので、中空でブラブラ癖のつくコークシアルサーアルトラは、かえってタッチノイズの面では優秀だったりする。よくわかんない状況だな。ブルーメタリックのプラグ周りも取り回しが良い。ただし、ケーブル本体が太い、硬い、ある程度重量がある、とにかく音質のことしか考えていないケーブルなので、街中で使うとクレーンゲームの景品よろしく引っ掛けられて DAP が吹っ飛ぶことになりかねないぞ。ただ、さっきも言った通り、タッチノイズはかなり小さい。そのため、ミックス PP やグリアーヒのスタードリームヒコトンなどの、最近 HCK が連発した、太い、音が良い、タッチノイズがやかましい、の、音のことしか考えてない3拍子揃ったケーブル群と比べて、卓上だったらむしろ快適に音楽を楽しめるはずだ。このケーブルに取り回しが近いものはいくつかあるけど、個人的に耐えきれなかった、重すぎて頭が疲れる、ナイス HCK-C42 と3と比較すると、コークシアルサーアルトラは、明らかに取り回し、重量ともに軽く感じる、硬いケーブルである、という覚悟は必要だけど、実用レベルにしっかり収まっているので、アルトラと名付け直した価値はある印象だな。プラグも標準的な、2ピン、MMCX の端子2種類と、3.5mm、2.5mm、4.4mm の定番3種のプラグに対応してるぞ。2ピン端子の基部もしっかり前ゴミ型に対応する形状になっているので、ここら辺の形状も気にしなくて大丈夫だな。とにかく、取り回しにインパクトのあるケーブルなんだけど、なんでそんな太い洗剤になったのか、やっぱり音質目的で、もちろんこのケーブルは購入する価値のある音のするケーブルだ。このケーブル、全体的に音の動き出しのパンチが非常に強烈になる印象がある。また、金属音なんかも鮮やかに聞こえて面白い。その割に安い。スペックだけで見れば 8N の銅箔、古川銅銀合金、銀メッキと、ワクワクするような言葉が並ぶけど、実際に聞いてワクワクしなければ、高級ケーブルに手を出す必要は、ごめん、ワクワクするんだわこれが。コークシアルサーは、現在1万円をちょっと割るくらいの価格と、スペックからすると、かなりお安く購入できるんだけど、フラグシップクラスのケーブルのような感動はもたらしてくれると思う。低音域側の重みをしっかり保ったまま、高音域をきらめかせる、中高音域の分離を良くするタイプのケーブルだ。いかにもハイレゾ然としたサウンドを再現しつつ、元気なサウンドをこなせる。個人的には、感触傾向からより、中低音域のバウンドを増した、ナイス HCK スペースクラウドとか、より情熱的に高低音を表現できる、ナイス HCK ヒコトンといった印象。取り回しこそ悪いものの、タッチノイズが発生しないので、身じろぎもせず鑑賞しろ。とかいう主要的なリスニングが求められるケーブルじゃないのも良い。まるで後補正をかけたようにはっきりと聞こえる高音域から中音域、それでいて刺さらないサウンド。個人的には、XENNS のマンジアードトップに組み合わせると、非常にうさんくさく楽しく、それでいてしっかり破綻なく全ての音を表現できるので、なんか意識が拡張されてる感じになるような、明瞭系サウンドが好きな人、でも感触になりすぎるのは嫌な人、でも低音はいついかなる時も酸素と同じくらい必要な人、そして、高解像度なケーブルってどんなもんと考えてる人におすすめだ。価格も頑張りゃ割と気軽に買えるクラスなので、取り回しに癖はあるものの、それ以上の音の個性を味わえる一台だぞ。といったところで今回はここまで、極太音質以外無視ケーブルの中では扱いやすい上に、音質的にもおすすめだぞ。